仕事がなくなったっていう理由は人によっていろいろあると思うんですね。その会社が倒産してしまった。あるいは自分がリストラされてしまった。いろいろ理由はあると思うんですね。あるいは自分が体の病気をして職場を離れなきゃいけなくなったとかいろんな理由があると思うんですけど、まず会社が倒産してしまった。これはもう仕方がないですね。で、仕事をリストラされてしまった。これも仕方がないです。その会社であなたはいらないっていうことになったんだから。だから、コロナとかいろいろ今は確かに大変な状況があるけれども、それを理由にいらない人からごめんなさいってやめてもらうわけですから、あなたは会社にとって必要とされる、お願いだからいてくれるっていう人ではなかったっていうことですね。だからこれはもう現実なので仕事を失ってしまったというよりも自分は会社に貢献できていなかったんだっていうこと、選ばれなかったんだっていうことはよくよくそこで自分を振り返った方がいいと思うんですね。あと、病気で会社を離れなければいけなくなったとか、家族の事情で仕事を辞めなきゃいけなくなったとかね、介護とかいろんなことがあって。で、これに関してはもう本当に、その養生をするっていうことがまずは先決になると思いますね。けれども、で、お金がなくなってしまったというのと、また話は別なんですよ。要するに、仕事がなくなった。で、お金がなくなった。これはまた別なんです。で、どういうことかというと、仕事がなくなった。ね。じゃあまた仕事を探して働けばいいんです。そうすればお金が入る。だけど、仕事がなくなった。どうしよう。で、これが今、多くの人たちの抱えている心の病だなって私は思うんですね。仕事がなくなった。また働けばいいでしょう。で、コロナで確かに、なかなか苦しくなってしまって倒産してしまったり、仕事がもう、できなくなったっていうところは確かにいっぱいあるわけですよ。で、それは過去にもあった。今に限らず過去にもあったんですよ。やっぱりいろんなことが原因で飲食のお店が潰れてしまったりとかね、立ち行かなくなったり、そうで職を失った人も確かにいっぱいいるんですよ。でも、じゃあ、すべての飲食のお店がなくなったかって言ったら、そうじゃないでしょ。事実は、仕事がなくなったわけじゃないんですよ、世の中に。コロナのパンデミックが起きた。そのことによって確かに会社の規模を縮小してリストラせざるを得なかった、なったっていう会社もたくさんあるし、仕事自体がもうなくなってしまったっていうところもある。でも、世の中には仕事はなくならないんですよ。でしょ？で、世の中には仕事はなくならないし、コロナでまた業績が伸びている会社もあるわけです。コロナのパンデミックが起きたことによって、過去最高益を出している、収益を出しているところもあるわけです。なので、周りを見渡してみると仕事はたくさんあるんです。で、本当に今の日本でね、今の時代ほど仕事を見つけやすくてお金を稼ぎやすい時代はないんですよね。でも自分が、これは嫌だ、これは嫌だ、私にはこんな仕事はって言って選んでたら、当然お金は入ってこないんです。でも、だからそれが先ほど言った仕事がなくなったと、だからお金がないっていうのは違うよって、違う話だよってことです。ね、お金がないんだったら何でもいいけれども仕事を見つけて仕事をすればいいんです。そうすればお金が入ってくる。で、最悪本当にもう仕事がなくなっちゃったってなったら生活保護も今はあるんですよね。だけれども何かお金がなくなってしまったと、お金の入りがストップしてしまったということで、もうダメだとっていうふうにして極端にもうダメだっていう人たちが多すぎる気がするんですね。でまたお金がなくなったということによって、あたかももう本当に人生が終わってしまうように、お金がなければ生きていけない。でお金がなくなったらもうダメだっていう、ものすごく極端な世界でお金に依存して生きているっていうのが本当に今の人たちの病気だなと思うんです。これは個人の問題じゃなくて社会でそういう風潮をもう作り出している。でも事実は本当にお金がなくなったらお金がなくなったなりの生活の仕方を考えればいくらでも生きていけるんですよ。ちょっと田舎の方に行ったっていいし、
ね、あるいは仕事をリストされた。じゃあ違う仕事をやろうって言って違う仕事に変わって。で、その違う仕事に変わってみたら、その仕事が前の仕事よりも全然面白かったってことだってある。ね。で、多くの人たちが、今、仕事がなかなか面白くないとかうまくいかないっていう人たちは、結構ね、ちょっと環境を変えたりとか、やる仕事を変えたりとか、すると、ぐんぐん伸びていく人もいっぱいいるんですね。だからね、そのコロナのことによって、仕事がなくなってしまったっていうことを、確かにその時はショックかもしれないけども、いつまでもそれを悲観し続けてる。で、お金がないって言ってるのも、それは本人の問題なんですよ。コロナのせいでもない、社会のせいでもない。厳しいことを言うようですけども、仕事が今の時代ほど、そして今の日本で、ね、見つけられないっていうことはないんです。どんなお仕事であっても、ね、近所探せばいくらでも仕事あるんですよ。人手不足ですから。ね、で、私も事業を経営している方なので、もうとにかく、人手っていうのはやっぱり欲しいんですよね。欲しいんです。けれども、こちら側が、ね、そのお給料とか、労働条件とかいろんなことを考えて、自分を高く見積もりすぎてると、それは当然仕事は、なかなか見つからないと思います。こんな仕事は、とかね、言うんですけど。でもそしたらお金の流れがストップするじゃないですか。で、お金の流れがストップしたままずっと長いこと続いてしまうっていう状況になります。ですから、何でもいいとはもちろん言いませんけれども、ね、仕事がなくなってしまった。じゃあ、自分が今できることって何なのかなって調べて、新しいところを見つけようと思ったら、求人広告を見たらいっぱいありますよ。で、とりあえずお金の流れができるじゃないですか。だからお金を稼ぐってことは、体がそこそこ健康でありさえすれば、全然そこは憂うことではないので、新しいことを経験できるな、新しいチャレンジができるなって、そう思っていれば、全然仕事を失うことが怖いことじゃないし、生きていくこともそんなに難しいことじゃないですよ。だからとにかく自分の体調に気をつけて、もし仕事を失ったら、なんか新しいチャレンジが人生でここからできるんだなって、そんぐらいのつもりで、前を向いている人の方が採用されやすいです。ですし、そういう人の方が、なんでしょうね。なんでしょう。楽しいですよね。ですから、コロナという意味は、ある意味ではね、このコロナのことっていうのは仕事がなくなった人はチャンスかもしれませんよ。前よりもよっぽど楽しい仕事とか、よっぽどやりがいがある仕事に就ける可能性もあるんですよ。で、事実、そういう人たちも私はたくさん知ってます。憂えてる人もいるし、コロナのことで仕事が全部会社の柱が両方なくなっちゃったんですって言って、だからこんなこと始めたらすごい儲かってるんですって社長さんも知ってます。だからね、本当に世の中をこういう狭い見方で一つの視点でしか物事が見えなかったのが、一旦コロナになってね、いろんなことが自分はできるかもしれないなって、そういう見方で世の中を見たときに、ゴロゴロ転がってます。だから、仕事がなくなってしまいました。はい、思考停止、パチンと終わりじゃないっていうことですよ。そこから開けてくる世界があるっていうことですね。ですからぜひね、ピンチの時といいますか、思わぬことができた時、ね、今まで自分がずっと関わっていることが全部なくなっちゃった。だから、新しいチャレンジができるでしょう。中途半端に残ってたら次いけないですもん。ね、ですから本当にね、そういう時はもう大いにチャンスと思ってチャレンジしてみてください。ね、私もいつも坊さんなくなったらどうしようってやってみたいこといっぱいありますから。ね、むしろそういうぐらいのつもりでいるっていうことがね、新しい可能性を開いていくっていうところがつながってきます。ですから、すべて自分の思い込みなんですよね。けれども、会社をリストされた人っていうのは、ちょっと、そのチクチクした思いっていうのは大事にした方がいいと思います。ね、もちろん、会社の事情で辞めたってことはあるかもしれませんが、会社に残った人たちがいるんであれば、自分はその会社にとって、やっぱりこの苦しくなった時に最初に切られる人だったんだな、っていうのは、どこかで、私は、その痛い思いっていうのはね、大事にした方が次に生きると思います。決して悲観することはないんです。教えてもらったと。指摘してもらったんだなぐらいのつもりで、何がいけなかったんだろうって。これを反省しないまま次に行くと、またそこが苦しくなったら、なりますよ。でも、とにかく、自分の仕事を失った。仕事を毎日行ってた人であれば、人生の中で
家にいる時間よりも職場にいる時間の方が長いはずなんですよね。ということは、ものすごくその仕事に使ってた時間とかエネルギーがあるわけなんですよ。これが全部なくなったってことは、その分のエネルギーを違うことに使えるんですよ。ね、そういう新たな可能性がまた自分に降ってきたんだって、そういう捉え方をぜひしてみてほしいんです。見回してみると、自分の思い込みを外して見回してみると、世の中には本当にいろんな仕事があるんです。そして多くの仕事が、もうね、熟練の職人さんじゃなきゃできないっていう仕事じゃない。ほぼマニュアル化されていて、誰でもできるんですよ。慣れるまで時間かかりますけど。そういう仕事が大半です。ね、ですから、何も心配することはないと思います。とにかく自分の心と体を健康に、あとは、エネルギーとね、誠意を持って、情熱と誠意を持って、新しい世界に飛び込んでいたら、必ず仕事はあります。必ず、なんていうのかな、お金が入ってくる入り口っていうのはあります。で、一個やってみて、これがなかなかちょっと足りないなと思えば、またその次に工夫をすればいいだけなので、ね、ぜひこの、どうしようどうしようどうしようって嘆いている期間を、あまり長くしないこと。それが、再起の、復活の、ね、鍵になると思います。